世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。私もそうなんですけども、結構こう褒められるとですね、本当かって思うことがあるんです、他人に褒められると、こう自己肯定感を上げるというかですね、自分をこう褒めてあげる方法ってヨグマたちあったりするんでしょうか？まあそういうね、自分ネガティブっていうかね、そういうのを自分に謙虚なのかもしれないですね、そういう人はね。だから自分に重りの人にならないようにっていうかね、こう褒められて、いやいやそうは言ってもみたいにね、自分を低くこうする方が、相手と衝突しないみたいな、こうなんかエゴが強すぎるとね、やっぱり生意気みたいに思われてしまうっていうのもありますからね。だけど密かに自分を信じて自分を愛してっていうところでね、修行していくと、内側がこう平和になってね、こう昔こうなんか例えば何か競争して負けたとかそういう体験があったりするとね、否定的になったりねするかもしれないんで、そういうものもこう払拭してね、とこう自分がさらにこう真ん中にいるっていうか、自分がマインドがね、そういうこう否定的なものをこう選ぶと、次もまた否定的になったり、次も否定的になったりね。だから感謝をするっていうふうにね、生かされていることがありがたいとかね、周りの人に悪い口言われても学びをいただいたんだなっていうことで、ありがたいって、こう全てはありがたいっていうふうに思って、自分自身を愛していくっていうね、だから自己肯定感っていうか、自分完璧でなきゃいけないっていう、なんていうのかな、自分のその目標が高すぎるのかもこうしれない、もう完全でないとね、褒められないみたいな。だからちょっとでも自分が何かできたらよかったっていうふうにね、できてよかったって自分をこう認めてあげるっていうね、親の理想が高かったのかもしれないんですけどね。あります。親のね、だから親が立派すぎちゃったのね。親が逆に高卒だったりとかですね。でもこう何クソ魂で親もこうやってきて、今企業の社長やってたりとか、役員についてたりとかですね、だからそうになれみたいな感じで頑張りが足りないみたいな。34年って感じで。頑張りが足りないんだお前はとか、うまいんだとか言って育ってきたんで、厳しいわけね。はい、怒られることが多かったんですよね。親の理想が高すぎちゃうのね。なんですよ。だから多分親も自分の自己肯定が低くて、努力で何とかやってきた人間たちだったんですよね、私の親は。だから自分で褒め方が分かんないっていうかですね。自分を愛してね、そういうお父さんも許して愛を送って、そこにこう反抗的な精神を出すんじゃなくて、お父さんご苦労様って、ありがとうございますってね、お父さんにいろいろ学ばさせていただいてますって、でも自分は自分だからね、できることからやっていきますっていうことで、あまりそういうプレッシャー感じるとね、エネルギーがなくなってしまいますのでね。だからそういう人と比較しないっていうね、自分は自分で、お父さんのいいところは学ぶしね、だからそういうガッツとかね、その辺のいざつ時はね、またこう出てきたりね、大器晩成というかね、長い目で見ていてくださいっていうところでね、今その時代によってね、すごいハングリー精神があると頑張ろうみたいなね、恵まれているとね、やっぱりそこまで頑張らなくてもね、大丈夫みたいなね、そういうのがお父さんとしては歯がゆいっていうかね、自分のように時代も違うしね、そういう教育も違うしね、だからそういうお父さんも許して、ちゃんと自分がね、やっぱし自分を信じてやっていくっていうことでね、いいんだっていうことでね、自分のいいところをこう見つめていくっていうこともね、自分のできないところばっか見ていくとね、落ち込んでしまいますのでね。それからそのディバインのパワーをいただくとね、自然にこういろいろ直感が働いてね、でこうガツガツしなくてもできるようになる。
なんか時間机の前にすごく長く座ってたからってね、すごく勉強してるとは限らないのでね、要領よくね、またもう神様の力をいただいて、そういうねやり方があるんですね。だから私たちの中に無限のパワーがあるし、無限の英知がありますから、そういうところにアクセスしてそういうところの力をいただいてやっていくと、鬼に金棒でね、これからの時代ね、やはりそうやってあまりにも情報が多いのでね、それに押しつぶされてしまうので、何がいいかって直感が働かないとね、で人柄も良くなってね、そうやって調和が見えないところから調和が取れて、ただマインドレベルでガツガツやっても限界があるわけです。で今までマインドのレベルでね、ご両親からいい素材をいただいて頑張ってるとは思いますけどね、見えないところを開発してね、鬼に金棒になって、そういうヒマラヤの恩恵っていうのは、そういうね私たちを完全な人間にしていく学びなんですね。自己肯定感が低いとか、心をね、やっぱし今にいるっていうね平和な心にし、さらに愛を増やしてね、調和を整えっていうことでね、自分のいろいろ過去の失敗とかそういうところにつながるんじゃなくてね、今にいるって自分を許していくって、自分がね完全でないとダメだっていうことで、できたらありがたいなーってね、健康でいることありがたいなーってね、一つ一つ小さなことでも感謝をしてありがたがっていくっていうのが大切だと思うんですね。だから親の人生じゃないからね、自分の人生だから思うように気づいていくってね、どういうところが否定的なのかなってね、自分を責めすぎちゃうっていうかね、バカだっていいって開き直るといいんじゃないかなって、たまにはね、発散してね、そうやってバランスを取りながら生きていかれるといいんじゃないかなって思いますね。もう小さい頃からこういう考え方をしてしまう方もやっぱ中にはいると思うんですよ。それこそ中学生とか高校生の時とか多感な時期だって、中学生とか高校生とかもこういうお友達から習えば、そうなんですよ。もう変わってね、コンプレックスがなくなってね、やっぱ人と比較しないとかね、自信が持てるようになって、エネルギーが整ってね、すごく中心にいてね、で周りばっか気にしてたりね、親の評価を気にしてたりとかね、自分の力が発揮できなくて、周りを気にしすぎるっていうかね、だから自分にやっぱ源につながるっていうね、回路を変えていかない。今まであの人にこう言われた、ああ言われたって小さい時からね、マインドにつながっていて、でマインドでいい体験がないとね、そういうところにつながってるので、それはありがたいなって、学びだったんだなっていうことで、ちょっと違う視点から見るようなね、私のところでインナーアヌグラハ、インナーチャイルドっていうね、子供の時のそういう癒す、そういうプログラムもあるんですね。そうするとすごく深いところから変わってきてね、人格が整ってね、バランスが取れてくるんですよ。そういう自分を受け入れたりね、過去を悔やまないでね、でいいエネルギーにつながり直すので、どんどんいいことが起きてくるっていう、否定的にならないでね、人のアドバイスも素直に聞けたりね、親に感謝したり、親を恐れないでね、で自分を愛していくことができるんですね。自分を愛するっていうことがね、私たちは無限の存在、無限の愛から生まれてきたのでね、自分できないところばっか意識を向けるんじゃなくて、こうやって生かされていることがありがたい。すべて学び、失敗からね、学んでいくっていうことでね、何がいけなかったのかなっていうところで、いいエネルギーにつながってね、やっていくと、私のところでそういう瞑想の秘宝を伝授していますので、そうやっていくとどんどんね、あなたは自分を愛してね、で周りの人も感謝して愛してね、そうやって自分の才能がどんどん開かれていくようになりますね。ぜひね、これを学びにして、どんどん進化していっていただきたいと思います。